ダイメル第一種電講師受験指導筆記試験問題予想問題ですがよろしくお願いします。括弧1、CVT ケーブル接続する作業において一般に使用しないものことはいいですね。過去に 300V 以下で低圧屋内配線工事で施設できない工事の種類、特に水気の多い場所過去解いて、答えは丸はですね。3番目、可燃ガスが存在する場所低圧屋内、屋内電気設備で、施工する方法として不適切なものはどれか。括弧2です。答えは2になっておりますのでよろしくお願いしますよ。はい。括弧4として、300V 以下の低圧屋内配線のケーブル工事の記述として誤っているものはどれか。答えは括弧2です。それから5番目として、機器のですね略語括弧文字記号括弧解いての名称は何だ。いは ELR からロは DGR はは OCR には OCGR となっておりますのでよろしくお願いします。答えはロですね。で私も、ここにヒントを与えておきました。 ELR は漏電軽電機漏電リレーとも言っていますよ。 OCR は過電流軽電機 OCGR は地絡過電流軽電機 DGR は地絡方向軽電機、この5番の答えですね、論になっておりますのでよろしくお願いします。では早速、問題に入りたいと思いますのでよろしくお願いしますよ。はい。はい、問題はこれですね。低圧配電、板に、CV ケーブルまたは CVT、ケーブルを接続する作業において一般に使用しない工具はEは油圧式パイプベンダー、ロは電光ナイフ、ははトルクレンチ、には油圧式圧着工具とこうなっておりますが、ケーブルを接続する場合にはね、トルクレンチとかね、こういうものが使えますよ。から油圧式の圧着工具ね、端子上げるとき使います。それから外装を向くのにね電光ナイフを使います。したがって油圧式パイプベンダー、パイプを加工する曲げるものですね。それはいいですからこれは関係ありません。ケーブルを接続する場合ね、いいですよ。はい。次はね、この問題ですよ。よろしいでしょうか。これはね、展開した場所で湿気の多い場所または水気の場所に施す、使用電圧 300V 以下の低圧屋内、配線工事で施設することができない工事の種類ですね。工事の種類。いは金属管工事、ロはケーブル工事、はは、
平型、保護層工事ねには合成樹脂管工事、このように、なっておりますよ。ね。で、答えはですね、27万ですからね。これはね、平型保護層工事ね。これが水気のあるところですから、できないですね。工事することはできないのはね、平型保護層工事ですね。よろしくお願いしますよ。はい。そこでね、ここに表がありますのでね、今日表をちょっと参考までに私は出しておきますね。よろしくお願いしますよ。ここにね、結構ね、この表は、出ておりますのでね、他の参考書でも見てください。ね。電気解釈第156条によると、低圧屋内配線における工事の種類は次の表の通りであると。よろしいですか。まず展開した場所で乾燥した場所ね、湿気の多い場所または水気のある場所から点検できない隠蔽場所、点検できない、隠蔽場所ね。でそれも、さらに分けますよ。いいですか。点検できない、隠蔽場所もね、乾燥した場所か湿気の多い場所または水気のある場所か、点検できない隠蔽場所でも乾燥した場所ね、それから湿気の多い場所または水気のある場所と、よろしいですか。それでなおかつね、この使用電圧がありますんでね、だいたい300ボルト以下、300ボルト超過とかね、300ボルト以下超過、300メートル以下300ボルト超過とかね、300ボルト以下300ボルト超える超過はね、それによってまた違いますんでね。それで工事の種類はね、いいですか。外資引き工事、外資引き工事というのはこの辺はみんな OK ですね。それから合成、樹脂管工事ね、これもほとんど同じですよ。全部工事でどこの場所でも工事できますからね。よろしく。金属管工事もしっかりですね。みんな、工事できます。金属製加藤電線管工事ね、これもほとんどの場合、工事できますんでよろしくお願いします。ここでね、金属線皮工事というのはね、300ボルト以下とかね、乾燥した場所300ボルト以下、それから乾燥したところで300ボルト、以下ですね。これもできますからね。これは展開したやつでも見れると。これ隠蔽した場所ですね。いいですか。そこで、区別しておりますのでよろしくお願いしますよ。それからですね、金属ダクト工事ね、これも決まっていますよ。バスダクト工事ね、ケーブル工事、これももうほとんど全部同じできますよ。ケーブル工事ね、よろしいですかね。ライティングダクトは、乾燥した場所ね、300ボルト以下、それから、隠蔽した場所ね、点検できないところも、可能ですよと。これフロアダクトはね、これはこれだけですね。乾燥した場所で点検できない隠蔽場所ね、これは300ボルト以下であればフロアダクト工事できます。それから平型放送工事ね、可能なのは乾燥したで点検できない隠蔽で、乾燥した場所ね、300ボルト以下は平型
保護層工事です。したがってこれはね、問題にありましたようにね、歯は、施設することができない工事でありますので、よろしくお願いします。この表はね、また見直しておいてください。はい、よろしくお願いしますよ。はい、次はですね、もうちょっと問題になりますよね。いいですか。この問題は可燃性ガスが存在する場所に低圧屋内、電気設備を施設する施工方法として不適切なものはどれかと。いわ配線は圧高電線管を使用した金属管工事により行い、付属品には耐圧防爆構造のものを使用した。いいですか。炉はですね、過半型機器の移動電線には接続点のない3種クロロプレーンキャブタイヤケーブルを使用したと。炉はね、刃はスイッチコンセントには耐圧防爆構造のものを使用した。には配線は合成樹脂管工事で行った。配線をね、合成樹脂管工事で行った。不適切なものはどれか。可燃ガスですね。ガスが出るとかやや、問題にありますがね、正解は、2ですね。これは合成樹脂管工事ね。これ割れたりしますからね、注意しないといけませんね。よろしいですか。次はですね、はい、使用電圧が300ボルト以下の低圧屋内配線のケーブル工事の記述として誤っているものはどれですかと、こういう問題ですね。いいですか。今ケーブルに機械的、衝撃を受ける恐れがあるので適当な、防護装置を施した。炉は、ケーブルを接触防護装置を施した場所に垂直に取り付け、その C 点間の距離を5メートルにして、施設したと。刃はケーブルの防護装置に使用する金属製部分に自主設置工事を施した。2はケーブルを造影剤の仮面に沿って末に取り付け、その C 点間の距離を3メートルにして施設したと。使用電が300ボルト以下の低圧屋内配線のケーブル工事の記述として誤っているものはどれですかと、こういう問題ですね。よろしいですか。これはね、ケーブル工事の話ですが、正解は2ですね。2がね、間違ってる。電気解釈16040によるケーブルを造影剤の仮面または、側面に沿って取り付ける場合の C 点間の距離は、これは3メートルにしておりますけど、2メートル以下ですよ。からキャブタイヤケーブルでは1メートル以下であると。注意してくださいね。そういうことですから。
3メートルはダメです。2メートル間隔で、キャブタイヤケーブルの場合は1メートルにしてくださいと、こういうことになっておりますのでね、よろしくお願いしますよ。はい、だいたい、説明終わりましたので、ね、一つね、もう一つ問題を、付け加えておきますよ。はい、これもね、これもいい問題ですけどね。はい、これはね、高圧前設備ね、高圧、受電設備、単線決線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには4通りの答え、イーロハニが書いてある。それぞれの問いに対して答えを一つ選びなさい。中図において問いに直接ですね、関係のない部分は省略または、これもよく出ますからね、省略または簡略化してあると、これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、これは過去に出た問題でありますよ。で、この部分なんです。この図記号ね。これが何であるかということね。で、これでですね、ここの部分ですけど、2番ですね。はい、ここに出ておりますように、この問題ですね、先ほど言いましたように、丸2ですね、丸2、上の単線図では丸2では、機器のね、文字記号はね、2で示す機器の略語、過去、文字記号は次の中どれかというね、いが ELR からロがですね、ロじゃない、はとなってますかね、OCR、2が、OCGR ですから、いは ELR、はが OCR、2が OCCGR、ロが DGR。面白いでしょ、番号がね適当に並んでますから。色合いになってませんね。で、答えは、DGR ですね。地楽の方向経電気っていうんですかね、ディレクション、DGR ね、これが出ておりますのでね。で、問題はできるだけこれが何だということね、これ名称をつけて勉強しておいてくださいよ。はい、本日のね、予想問題についてご清聴ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。